むかすあったずもな。ある山の村にトドとカガと大層めんこい娘が暮らしておったと。娘が15になったお祝いにトドは一頭の足毛の馬を買い与えた。娘は大喜びしてそれからというもの馬を同じ屋根の下に住まわせて大事に大事に世話をしてやったと。どこへ行くのも馬と一緒。馬は馬で娘の姿が見えないと暴れ出す始末。そのうちとうとう夜も一緒に寝るようになったんだと。月日が流れ、年頃になった娘はますます美しくなった。あっちこっちから「うちさ嫁っ子に」と言ってきたが、娘は一向に首を縦に振らね。不思議に思ったトドがある時娘に尋ねた。これおんめいい話ばっかりなのさ。なして片っ端から断りよる。したら娘はこう答えた。だっておら馬と夫婦になったもの。どこさもいがね。さあこれを聞いてトドはえらい癇癪を起こした。人間と馬が夫婦になったなんてそんなバカなことがあるもんでね。おめもおめだが馬も馬だ。そう怒鳴るや否やトドは馬を家から引きずり出して裏の畑にある大きな桑の木にぐいぐいと吊るし上げさんざぶったたいた。娘が「トドやめてけろ」って狂ったように泣き叫んでも頭に血が上っているトドは一向にやめようとしね。そうこうしているうちに馬は死んでしまったと。それでもトドは馬が憎らしくて憎らしくて納屋から鎌を持ってくるとなんと馬の皮を剥ぎ始めた。これを見た娘はあまりの仕打ちのむごさに気を失ってしまったと。ところがもう少しで皮を剥がしきるというその時、
馬の皮が一人でにふわーんと飛んで、倒れている娘の体をすっぽりと包み込んだ。そしてそのまんま天高く舞い上がっていき、あっという間に見えなくなってしまった。さあ、それを見ていた加賀はおい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 と泣き出した。トドもまた、まさか娘がこんなことになるとは思ってもいなかったので、後悔におい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 と泣き出した。こうしてトドと加賀は毎日毎晩泣き続けた。したらある日、娘が2人の夢枕に立って同じ夢を見せたんだと。トド、加賀、おら、よぐない星のもとに生まれたために、何の親孝行もしねで天さ来てしまった。どうか堪忍してくなんせ。その代わり、来年の春3月14日の朝間、土間の臼の中見てけろ。その臼の中さ、馬の頭の顔した虫がいっぱいおるから、馬を吊るした桑の木の葉っぱを取ってきて、それに食わせてけろ。それは30日もしたらずいぶん大きくなって繭になる。繭になったら糸を取って、糸を取ったら旗を折って、その織物を売ってトドと加賀と暮らしたででくなんせ。トドと加賀は夢にしたって娘が教えてくれたことだもの。翌年の3月14日を待って待って待ちわびた。そしてとうとう3月14日の朝が来たので、何はもうさておき、2人は土間の臼の中を覗いた。するとそこには確かに馬の頭の顔をした虫がいっぱいいたので、試しに馬を吊るした桑の木の葉っぱをたくさん取ってきて食わせてみたところ、それが本当に30日ほどで繭になった。そこで繭から糸を取り、その糸で旗を織り、それでできた織物を売って、トドと加賀は暮らしを立てるようになったんだと。しばらくしてトドと加賀は馬を吊るした桑の木の枝で娘の人形と馬の顔をした人形を作って並べ、神様として祀った。これがお白様なんだと。お白様は養蚕の神様でもあれば、お白様のある家さ起こるいいことや悪いことのお知らせをするお知らせの神様でもあるんだと。